さてその別所さん、ここショートフィルムフェスティバル、作られておりますけど、別所さんからね、ぜひともこれはマリアンさんに聞いてほしいという質問があって、っていうのはシネマとは何ですか、さっきも言っておられました。シネマって何なんだ、シネマという言語、その映像というもので今これ何ができるんだみたいなね、ちょっと男性なのでこう、ね、頭で考えてる節がなきにしもあらずなんですけどね。How many hours do we have? 5分もないです。About 5 minutes. Cinema is sitting right next to me, and cinema is sitting in Denmark with Lars, and it's sitting in Ukraine with Sergei, and it's sitting in Iceland with Benedict. 今そのシネマをじゃあここに置くと、それを取り囲む世界の状況っていうのはどんなことなんですか？ Maybe I'll come back to the question again about the young directors to come and the new generation. I think that right now today the concern that we have, that I have very concretely in my job as a producer, is that the money is getting very formatted, and we really have to preserve the space for creation. And I think it means that we have to ask all the financing sources, all the financing body to preserve diversity. 若い世代は本当にこの、ちょっと若い世代といって私も若いつもりでいたんだけど、いつの間にかこの年になっていてシニアとかっていうふうにシニアじゃないな、マスターでこう呼ばれるようになってきて、マスタークラスとか世界のところで呼ばれるんですけれども、映画の状況が私が始めた頃よりかだいぶ変わってます、デジタルになりました。で、皆さんが映画館で見ている映画もほとんどがデジタル配信ですね。もうフィルムで見れる機会がどんどん減ってる。でもそのフィルムで培ってきた感覚っていうものをデジタルの世界でもこう残しながら自分は映画を作ってるつもりだけど、日常の中に SNS とかいろんなデジタルだったりネットワークが出てくると、そっちに慣れてしまって、自分が今ここを見つめてるっていうような感覚、それをずっと時間をかけてキープすることができなくなっていくんですね。でも物を作るということはお百姓さんが一番やってるんですけど、種を植えたら実がなるまでちゃんとお世話をするというこの感覚と同じだけの、もしくはもっとそれ以上の時間をかけないと本当にその表現という世界を深く掘り下げられないと私は思っている、これがフィルムから関わってきていた時の感覚です。だけどデジタルになるとやっぱりそれボタンを押せば撮れてしまえるっていう、その映像の持ってるその良さと危うさというものがやっぱり今みんながそこで何をチョイスしていけばいいのか、何を大切にしていけばいいのかっていうのを迷っている、そんな中で映画は作られていってると思うんですけど、じゃあ本当にいい映画、いい映画見たなとか、いい作品見たなとかっていうことはどういうことですかね。I think that in any way it's not the format or the techniques that define a good movie, and I think it's very important that it's never the techniques that's in charge of the movie, but it has to be the other way around, the creator. そこでもう一つ大きな問題があると私は思っていて、次の時代これ映画館で映画を見るという人口よりもネット配信によって自分の端末というのか、こういうところで映画を見る人の人口が圧倒的に増える可能性がある。これに関してはカンヌでも話題になってましたけどどうですか？ Well, sharing cinema in a big screen still is something very magic, I do believe personally, and I really don't think we would lose that. Of course, there's a question of proximity, which is very interesting because there's a lot of people who doesn't have cinemas around. So in that sense, it's a great thing, and that you have digital format, even if it's telephones. Of course, it comes back to the same question again. The whole thing is about the quality of what you see.
And I think that the young talent, young generations, I'm sure that the very talented one, the very original one, will think within the format. It's like, it's something like with Lars von Trier, for example, we've been working together for over 25 years now, and it's somebody who's always taken the technique and used it and squeezed it around, but within his artistic expression, never the other way around. 少しずれますけれども、私は作家です。作り手です。で、その作家に寄り添いたいからこそマリアンはプロデューサーになった、監督に近づきたい。今私作り手が求めているのは本当にそういったいい映画と言われる、すごい漠然と言ってしまいますけれども、その映画を作らせてくれる、その道をこう一緒に歩いてくれるプロデューサー、この人が必要だけど、私はやはりその人を日本で見つけることが非常に困難かもしれないと思う、でその時にこの今の時代ね、じゃあデジタルで見る人が増えるだろう、映画館に行かない人が、映画館そのものが配給システム、興行システムによってじゃあ一体いつまで成立するのかっていうことも念頭に入れておかなきゃいけないかもしれない。つまりね、私からあなたにもうそのまま私の作った映画を配信できる可能性がある、もしくは映画館にそのまま私がそれを送る可能性が出てくるわけですよね。どうして配給を通さなきゃいけないの？どうして宣伝しなきゃいけないの？もう私がその人たちとそういうふうにつながっていける時代になってくるんじゃないかっていうふうに思った時に、この関係がつまりは私が生きている時にあなたと向き合っている関係と近くなるってことですよね。むしろその方がどんなタレント使うんだとかなんだかんだじゃなくて、無名の人であろうと無名の監督であろうと、あなたとつながりたいと思った人がつながれるようになるならば内容が大事なんですよね、そこに追随してくれるパートナー、これがこの先私は必要になってくるんだろうなと、もっとより必要になってくるんだろうなっていうふうに、思ってます。少し私たちの宣伝をしてもいいですか？ビジョン、今日は現場の写真をいくつか持ってきているので、それを見ていただいて、どんな現場でどんな関係だったのかっていうのを見ていきたいと思います。用意してもらっているスチール出してもらっていいですか？マリアン・スロットさんです。私もこっち行ってみよう。すごい寒かったですね。これ冬の撮影です。そして、こっちにいるのは監督のアシスタントで、まだ20代かな。でここに写ってるの奥の人メイクさんね、全員女性です。うちの現場めっちゃ女性多いんです。で耳にあれ無線みたいなしてるんですけど、うちの現場私が用意スタートって言わないんで、私の声がひそひそ言ってるのが聞こえるように全員あれインカムしてます。では次、マリアンですね。これはね、ジュリエットのフランス語、それに受け答えしている、みんなが言語を、翻訳した時に間違ってないかどうか、それを確かめてくれてます。マリアンはずっと現場にいました。こういうプロデューサーです。ずっといました現場に。はい。ちょっとこの前も暗くしてもらった方がいいかな。はい、次お願いします。こちらマリアンと、そして横にいらっしゃるのが、ジュリエットの専属のメイクさんですね。森の中に森がいきなりフランスの森になってるっていう感じなんですけどここまで深い森なんですけどね、入ってきてくれるプロデューサー、私今までいませんでした。はい、歩いてますから
そしてまた女子ばかりっていう私はい、ちょっと一瞬ですね、インサートカットとかは実は私が回しているところがあります。アミーラ、とっても重いんですけれども、自分が体重20キロぐらい増えるのかな、なんですけど頑張って回してました。はい、これね、マリアンがすごい感動していつも言うんですけど、ナオミ、山の深いこんな奥で男たちに囲まれてあなたのこの姿を見たときに耳に言えるイヤリングイヤリングをつけてる女性監督がこんな険しい山の中で映画を撮ってるってことに感動したわ言っておりました。これはいつものミーティングですね。これはもう本当に分科会になっているんですけれども、こちら背中向けているのがこれジュリエットですね。でマリアンですね。それからジュリエットの翻訳通訳してくれている、アシスタントと私と、おそらくこれは出演この先、出番が一体どこでどういうふうに流れていくというかスケジュールですね。日々スケと全体スケジュールの打ち合わせをしつつ、脚本の私が日本語で脚本書いてるもんで、その翻訳が正しいかどうかっていう、そういうことのチェックもしております。はい、これはこの明かりから言うと夜のシーンですかね。パスタシーンを撮っているところでパスタを食べるシーンがあるんですけれども、永瀬君扮する友とジュリエット扮するジャンヌがパスタを2人で食べるというシーンがあるんですけれども、これ全体ミーティングですねだいたい私たち全体ミーティング、少なくとも2時間やってます、現場が終わってから。でここ友の家なんですけれども、もう下に降りちゃうとみんなが自分たちの作業に入っちゃう前に、今日やった撮影と明日やる撮影の反省会と課題を話し合っております。なぜかマリアンは楽しそうなんですけどここも同じそのニュアンスですね。そのセリフとかそういうことの確かめるちょっとセッションをやってるところですね。はい、ここからは永瀬君ちょっと安心した顔をここで私もしておりますけれども、これは家の前の、巻き終わっているシーンのところですかね。はい、暖炉の前で、まさに前半の終了の時、これは2期に分けて撮影したんですけれども、前半の最後のシーンにおいて、演出してるっていうよりはなんか確かめ合ってるっていう感じですかね。岩田君、実はこれは今からスチール撮るよって言って撮ってる絵ですだから私の顔がちょっと笑ってると思いますもっと険しい顔を普通はしてますね。はい、これは森の中にこういうお堂があって、私がお参りしに来たら、ガンちゃんも一緒に来てお参りしたという。はい、あとアキさんですね、夏木マリさん、これ何やってんですかね。なんか光を感じている。はいですね。完全にすっぴんで今回やっていただきました。はい、森山未来君ですね。未来君は本当2日ぐらいしか現場に来れなかったんですけれども、もう入ったら本当に身体表現をずっとされている方なので、非常にしなやかな表現されてたので、私もすごく刺激的でした。南さん
でフランス語と日本語の通訳を買って出てるというジュリエットと一緒に来た女性の役目なんですけれども、最後のシーンですね。もう帰るわと、おばあちゃんのところに行くから帰るわという、シーンです。こちらですね、これ完全クランクアップの時だった？違いますか？はい。で巻きが入ってますから巻きますね。はい。これ非常に重要なシーン、はい、でございます。次行ってください。終わりですか？はい、ありがとうございました。もし、この席に、クリエイターの方たち、いらっしゃるとしたなら、可能性というものを信じて、まずは自分の足で一歩一歩こう進むっていうことが大切だし、別所さんの3回アクションをするっていうような、あれは本当に具体的でいいアドバイスだなというふうに思います。一度で諦めないというその情熱、それがないのであればやらなくていいんじゃないかっていうような、厳しいお言葉でもありましたけれども、そのように皆さんともまた現場でどこかで会えればいいかなというふうに思ってます。一つだけ今日はですね、私奈良国際映画祭のことをお話ししに来てもいるんですけれども、9月20日に、奈良国際映画祭が去年撮った、作品、はい、イラン人監督、女性、この方が奈良に来て映画を撮りました。なんと、奈良出身の加藤雅也さんが、1ヶ月その現場で生活をしながらこのイラン人監督との、セッション繰り広げていただきました。これのお披露目、ジャパンプレミアが9月20日にあります。加藤さんもですね、レッドカーペット奈良の方です歩きに来てくださるということなので、今日は実は後ろで聞いていただいておりました。私先ほどちょっとテレビの生に出てたんですけど、その時に俳優って顔だっていうふうに言ってる人がいて、その顔で言うと別所さんと加藤さんってその人が言ってたのは40歳までは顔で勝負できるけど40歳以降っていうのはその味を持っていかないと勝負できないんだ俳優っていうのはって言っておられたんですけど、別所さんも加藤さんもますますかっこよくなってると思うんですよ。だから私は一概には40歳のその壁っていうのはなくって、やっぱりその情熱を持ち続けるとか魂をぶつけるその先にこの欲望があるとかっていうことがそのかっこいい秘訣かなと思うので、そんな姿、加藤さんの姿バッチリこのイラン人監督の作品に映し出されてますので、ぜひご覧ください。というわけで、改めまして、川瀬直美監督、マリアン・スロットさん、プロデューサーのマリアン・スロットさん、ありがとうございました。はい、拍手でお見送りくださいませ。